テスラの販売台数、実は報道されているよりも悪いかもしれません。一体何が起きているのか、投資家として、あるいはテスラオーナーとして、この事実を見逃すわけにはいきません。おはようございます。ケンです。今回の動画では、テスラのアメリカでの販売の実態、注目の次回の決算、そして進化する FSD の安全性能まで、テスラに関わる重要な3つのテーマをお届けしていきます。まずはテスラのアメリカでの販売台数が、実は私たちが思っているよりも悪化しているという話題です。これはエレクトレックが報じた内容を元にしていますが、公式発表では見えない現実が明らかになっております。次に4月22日に予定されているテスラの決算発表について、ザックスのアナリストたちは売上や利益がどうなるのか、すでにある程度の予想を出していますが、その中には今後の株価に影響するヒントが含まれております。最後は FSD、つまり完全自動運転に関する実地テストの内容です。大雨や強風といった悪条件の中でテスラがどこまで安全に走行できるのか気になっている方も多いと思います。今日はこの3つの話題を通してテスラの今とこれからをできるだけわかりやすくかつ深掘りしてお伝えしていきたいと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。では最初の話題、テスラのアメリカでの販売の実態から見ていきましょう。コックスオートモーティブは2025年第一四半期におけるテスラのアメリカでの販売台数を12万8100台と推定しています。これは前年同期比で 8.6% の減少とされています。ですが EV メディアのエレクトレックはこの数字に疑問を投げかけています。テスラは国別やモデル別の詳細な販売データを公開していません。そのためアメリカでの販売台数を正確に知るには全世界の納車数から他の国の登録台数を差し引くという方法が使われます。テスラが発表した2025年第一四半期のグローバルな納車数は33万6681台、そしてアメリカ、カナダ以外の登録台数は21万2024台と報じられています。これらの数値をもとに計算すると、アメリカとカナダの合計納車台数は約12万4657台、仮にカナダで約5000台が納車されていたと仮定すると、アメリカだけの納車台数は約11万9657台になります。これはコックスの見積もりよりも1万台以上少ないということになります。この差は小さく見えて、実は前年比で約 15% の減少になる可能性があるということになります。さらに気になるのが在庫の状況です。エレクトレックによれば、テスラは第一四半期末時点で過去最大の在庫を抱えていて、新型モデル Y の注文残もない状態だと言います。すぐに納車できるという状況が、実は需要が鈍っている兆しなのかもしれません。では、この背景には何があるのでしょうか。エレクトレックはモデルチェンジや FSD の進化といった製品面の要因に加えて、イーロン・マスクさんの発言やブランドイメージの変化も需要に影響を与えている可能性があると指摘しています。テスラ株を持たれている方にとっては、この下落傾向が一時的なものなのか、それとも構造的な変化なのか、これを見極めることが今後の判断に直結していくと思われます。では次に投資家として注目しておきたい4月22日の決算発表についてお話をしていきます。今回の決算では1株当たりの利益、EPS が 0.45 ドルになると予想されています。これは前年同期と比べても横ばいの見通しです。また、売上は218億5000万ドルと見込まれていて、これは前年同期比で 2.57% の増加となっております。この数字はザックスの最新コンセンサス予想に基づいております。さらに通期ベースで見た場合、ザックスは2025年の EPS を 2.65 ドル、売上を1047億8000万ドルと予想しています。それぞれ前年に比べて EPS は
プラスの 9.5%、売上はプラスの 2.6% の成長という見込みです。ザックスではこうした業績予想に基づいてテスラの株価評価を5段階でランク付けしていて、現在のランクは3、つまりこれはホールドということで、これは買いでも売りでもなく様子を見るべきという中立的な評価となっております。そして最近では EPS 予想が過去1ヶ月で 14.59% 下方修正されている点も見逃せません。これは一部のアナリストが短期的な業績に対して慎重な見方をしていることを意味しています。また現在のテスラ株は予想 PER が 95.19 倍と非常に高く、同じ業界の平均である 9.51 倍と比べても約10倍以上のプレミアムがついています。成長期待が織り込まれているとはいえ割高感があるという見方もできます。テスラ株に投資をされている方にとってはこの決算の内容と今後のガイダンスが非常に重要な判断材料となります。もし売上や利益が予想を下回れば株価は大きく動く可能性があります。では次はオーナーとして気になる FSD の進化について実地テストで明らかになった最新の安全性能について見ていきます。今回紹介するこの動画は概要欄に詳細のリンクを置いていますので気になる方はそちらの方をご覧になってもらいたいんですけれども、使用されたのは新型のモデル Y のローンチエディションでハードウェア4搭載で FSD のソフトウェア V13.2.8 が搭載されています。実際に色々なシチュエーションでテストをされています。テストの舞台は大雨、強風などの悪天候です。この動画を今ご覧になってもらっていますけれども、目的地を設定しない状態で FSD を起動すると、道路上のダミー人形を検知して左にハンドルを切って回避したり、FSD はきちんと危険を認識し安全に反応しています。そして目的地を設定した上でテストした場合にはダミーに対して減速したり回避したり必要に応じて FSD を自動で解除したりとより安定した動作を見せています。状況が同じでも FSD は一貫した対応をとっています。さらに雨が弱くなった状況では FSD がダミーを避けて走行し途中で自ら FSD をオフにするという柔軟な挙動も確認されました。またフロリダのハリケーン環境では FSD がダミーを検出すると減速や回避を試みる動きが見られましたが、視界が極端に悪い中では動きの判断が難しいケースもありました。極めつけはドライバーが FSD を無理やり解除してアクセルを踏み込んだ場合です。この時だけはダミーに接触しております。つまり FSD が有効な状態であれば、どんな環境下でもダミーに衝突することはなかったということになります。この結果はオーナーとしても非常に安心材料になるのではないでしょうか。FSD はまだ完全とは言えませんけれども確実に進化していて実用レベルの安全性に近づいてきているのは間違いないと思います。では最後に今日の内容をまとめていきましょう。今日はテスラに関する3つの重要な話題をお伝えしました。まず、アメリカでの販売台数の実態については、コックスオートモーティブが出した数字よりも、エレクトリックは分析によるとさらに厳しい状況である可能性があることが分かりました。納車台数が実際はもっと少なく、前年比で約 15% 減少している可能性があるというのは、投資家にとっても見逃せないポイントになってくると思います。続いて4月22日の決算発表に関する予想では、売上は前年比プラス、EPS は前年と同水準と見込まれている一方で、アナリストの一部では予想を下方修正する動きも出ていて、今後の株価に影響を与える重要な局面となっております。そして最後に FSD 機能の実地テストでは、大雨や強風といった過酷な状況でもしっかりとダミーを検知し、自動で回避またはシステムを解除するなど安全性の高い挙動を確認することができました。投資家の皆さんにとっては
投資家の皆さんにとっては決算発表前のこのタイミングで株価がどのように今後推移していくのか、その判断材料になるのではないかなと思いますし、テスラオーナーの方にとっては FSD の進化や販売動向がご自身の車の価値や利用体験にも直結するという意味で、今日の情報っていうのは重要な意味を持っているのではないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。今日は日曜日なので、先週の日曜日に行ったアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 239.43 ドルで、今週末が 252.31 ドルということで、正解は上がるとなっております。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は522票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、下がると答えられた方が一番多くて 53% となっておりますが、正解は上がるなので 39% の方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが3名の方が正解となっております。そしてこれに伴い連続正解ですが EM さんが3週連続まで来ております。つい数週間前に4週連続正解されましたがまた3週連続まで来ております。EM さん素晴らしいです。4週連続も期待しております。はい。ではこちらのアンケートなんですけれども趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析、これを持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、ご自身の分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になられてみてください。そうすることで、そういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートいたしますので、ぜひゲーム感覚で参加してもらったらいいんではないかなと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。